皆さんこんにちは、激死です。今回はフォールアウト4のダウングレードと旧世代版でしか使えなかった素晴らしい元の数々をご紹介します。現在 Steam で標準インストールされるゲームバージョンは 1.10984 で次世代版と呼ばれる最新のゲームバージョンですが、この次世代版では旧世代版のゲームバージョン 1.10163 で絶対に導入しておきたかった元のいくつかが未だ対応していません。加えて近日リリースされるホールアウトロンドンに関しても次世代版ではなく旧世代版への対応がアナウンスされたことから、アップデート直後から今までずっと次世代版を使ってきた僕も旧世代版へダウングレードせざるを得なくなりました。そこで今回は詳細なダウングレードと日本語化の手順、そして次世代版に対応していない旧世代版でのみ使用可能な圧倒的人気を誇ったモッドを見ていきます。それでは早速ダウングレードの作業を進めていきます。まずは日本語化するためにホールアウト4を日本語版に変更しておきます。すでに日本語版を使われている方はこの作業は必要ありません。Steam のホールアウト4を右クリックしてプロパティ一般から日本語を選択します。これで自動的に日本語版にアップデートされます。ホールアウト4が日本語版に変更されたらこちらのサイトから日本語化ツールをダウンロードします。ダウンロードできたら中身のフォルダをホールアウト4のデータフォルダへ配置します。フォルダが移動できたらフォールアウト4ローカライザーの中にある01のバッチファイルをダブルクリックで起動します。すると自動的に日本語ファイルがバックアップされますので、終了したら閉じておきます。次はダウングレード。ダウングレードに関してはこちらのダウングレーダーを使うと非常に簡単です。Nexus からダウンロードして ZIP ファイルの中身を分かりやすい場所に保管しておきます。次にダウングレーダー内のダウングレード by ダウンローディングデポストパッチをダブルクリックして起動します。起動したら Steam の ID とパスを入力して English を選択すれば自動的にダウングレードが始まり旧バージョンをインストールしてくれます。結構時間はかかりますが放っておけば自動的にダウングレードが完了します。ダウングレードが完了したら日本語化の続きです。先ほどのホールアウト4データフォルダ内に配置したローカライザーを開いて今度は02のバッチファイルをダブルクリックして起動します。起動したら J もしくは E を入力します。日本語音声の場合は J、英語音声の場合は E を入力してエンター。あとは勝手に日本語化してくれるまさに紙ツールですね。ここまで終わったら最後に自動更新を無効にする作業を行います。Steam ライブラリー、Steam マップの中にある App Manifest 377160ACF を右クリックしてプロパティを開いたら読み取り専用にチェックを入れて OK。これでダウングレードと英語版日本語化が終わり、めでたく元導入を始めることができます。ですがここで一つ注意することがあります。もしもですね、次世代版でモッド導入して遊ばれていた方は多分このままでは起動しません。次世代版に対応したバージョンのモッドが入っている場合はゲームバージョンを旧版に戻してしまうと対応しないモッドも多く出てくるので、どのモッドが次世代版対応のモッドであったか洗い出して旧版 1.10163 に対応したものに変更する必要があります。この作業がかなり大変でした。旧版に戻していくコツとしては多くのモッドの要件になっているものから探っていくのが有効かと思います。FOSE は当然ながら MCM や LUX メニューなどですが、それでも候補は山のようにあります。意外と盲点だったのは非公式パッチの最新バージョン。これは旧版に対応してないようで、これでずっと CTD が起きていました。あと FO モード形式で次世代版を選択して導入していたりなどですね、気づきにくいところも結構ありますので根気強く戻していってください。それではダウングレードと日本語化が終わったところで、ここから次世代版には対応していない旧世代版でのみ使える紙モッドを紹介していきます。まず一つ目は CBP Physics for Fallout 4。キャラクターに物理学を追加するモッド。
このモッドが次世代版では使えなくて、多くのモッドユーザーがアップデートを断念しました。僕もつい先日ダウングレードして数ヶ月ぶりにこのモッドを使いましたが、 CBP こそがフォールアウト4のモッド界隈におけるマスターピースであることを改めて実感しました。そしてフォールアウト4には他にも物理モッドが存在します。 OCBP と OCBPC。 この2つはいずれも CBP をベースに独自の設定値を追加したもので、どちらかというとコミカルな CBP の動きに対して、この2つは現実的な物理学に近づけることを意図したものです。そしてさらにこれらの物理モッドをプリセットによって制御する MTM も合わせて導入すれば、より現実的かつ自分好みの物理学を手に入れることができますので、皆さんもぜひこれらのモッドを導入してキャラクターカスタマイズに精を出してください。続きましては FO4 フォトモードとスクリーンアーチャーメニュー。フォトモードに関しては使えない環境になってしまうと発狂しそうなほど不便さを感じていました。加えてフォトモードと連携させて使う外観ツール、スクリーンアーチャーメニューもなくなってしまうと、フォールアウト4が途端に味気ないものになってしまいます。この2つのモッドが使えるようになったことで、再びフォールアウト4のゲームプレイに没頭できるようになります。プレイスタイルは人それぞれですので、必要のない方には全く必要ないかもしれませんが、僕にとっては間違いなくマストなモッドでした。ダウングレードした現在はスクリーンアーチャーメニューの新しいアドオン、ユニークフィメルポーズダミー NPC でダミー NPC を呼び出して思い思いのスタイリングを決めてスクショを撮影したりしています。このダミーは AI の入っていないマネキンのような NPC で、スクショ撮影に関してとても制御しやすく、ルックスやインベントリ内からの服装編集などもスクリーンアーチャーメニューを介して全て行えます。次は MCM ブースター。 MCM を開くスピードが爆速になります。モッドを使って遊んでいれば MCM を頻繁に開くことになるので、このモッドがないとものすごくイライラします。特に MCM の項目をいくつか翻訳すると開く速度はかなり遅くなるので、ブースターのありがたみが増しますね。さらに続いてはネームプレートフローティングヘルスバー。 NPC の頭の上に名前と体力を表示します。これがあるとものすごく敵を見つけやすくなりますね。昔からお世話になっているモッドです。ではまだまだいきます。続けてコンディションボーイ。体の各部位のヘルスを色付きで表示するアイコンを追加します。ダメージの蓄積がピップボーイ開かなくても一目でわかります。このコンディションボーイのアイコンにはいろんなデザインのものがアップされていますので、要件のところから探してみてください。そしてコンディションボーイを 100% 活用するためにメイムも使ってください。タルコフスタイルのヘルスシステムを追加するこのモッドでは、出血や怪我などの状態異常をですね、専用のアイテムで治療しながら戦うことになります。難易度は跳ね上がりますが、戦闘の面白さと緊張感をしっかり高めて没入感のあるものに変えてくれます。そしてキルカメラのモッドも使ってみてください。フォールアウトニューベガスキルカムは迫力のある複数のパターンの演出が用意されています。フェイクキルカムはダイナミックかつシームレスにとどめの一撃を追いかけます。最後にあと3つ紹介して終わります。クラシックホルスター。やっぱりこれが使えないと背中が寂しいですね。武器を収めると背中に表示されます。2つ目はクイックアウトフィット。装備のロードアウトをホットキーに登録して一発で着替えることができます。そして最後はオートキーインパッドスイッチ。キーボードとマウスをすぐに持ち替えて遊ぶことができます。いちいちセッティングで変更する必要はありません。メニュー周りはマウスで操作して、移動はゲームパッドでなんていう感じで使えて便利です。ということで今回はフォールアウト4をダウングレードして旧世代版のモッドで遊びました。もしかしたら重要なモッドもまだ入れてなかったりしているかもしれませんので、お気づきの方はコメントで教えてください。それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。